これはステアリングシャーシ自体が曲がります。久しぶりにこの動画を見て確信しました。このレーンチェンジでの反発、大いなる可能性を感じます。カオスなローラーセッティングにもかかわらず、とんでもない姿勢でレーンチェンジを攻略して、今これを見ると本当に意味がわからない。当時の最速である 2.71 秒というタイムを出していました。4年越しにステアリングシャーシで2秒2里を目指します。その時レーンチェンジでの反発はどう効果を発揮するか、本来の機能であるカーブが速くなるは発現するか、実際に作ってみてみましょう。それでは制作へレッツゴー。試作シャーシ1号です。早速進化ポイント。底面から浮いている接合部の面がツルツルです。マルチマテリアル印刷が可能になったためです。サポートを別の素材にすることで面同士が溶着しなくなります。ここ数年で 3D プリンターも進化したということですね。仮組みして動きを確認します。スムーズに曲がります。最終版シャーシです。接合部の面を広げました。ねじれを押さえます。ローラーステーは交換式です。先代のスラストチップの進化版です。交換式にすることでセッティングの幅を広げます。バネを印刷しました。素材は南西樹脂の TPU です。やや硬めですが反発があります。ホイールを印刷しました。シャフト、チョーク、スティックスにします。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。シャフト止めを取り付けます。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。リアローラーを取り付けます。固定します。ローラーステーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。前後シャーシを合体します。スライド固定具を取り付けます。稼働チェック。スルスルグッドです。バネを差し込みます。できました。新生ダブルモーターステアリングシャーシです。シャーシの曲がりはコーナースピードを向上させます。ワイドな車体はロールを抑制します。左右独立のモーターは内輪差の影響をなくします。重量チェック。67.33g。構造の割に軽めです。曲がりチェック。若干硬い気がします。反発チェック。しっかりと反発してシャーシもまっすぐに戻ります。ねじれチェック。接合部の少しの型程度です。グッドです。軽量化のためにステアリングシャーシの構造を単純化して、シャーシのしなりで曲がるアイシャーシはねじれすぎでした。ねじれが強いとレーンチェンジで全く踏ん張れなくなります。加えて反発でシャーシが振動するとカーブもに蛇行して遅くなります。一方こちらは振動が少ない TPU のバネなのですぐにまっすぐに戻ります。構造は昔のままですがすでに完成されていたのですね。通常マシンがカーブするとき、タイヤがまっすぐのまま進行方向がカーブに沿うことでタイヤの横滑りが発生して摩擦で減速します。一方シャーシ自体が曲がることでタイヤの向きと進行方向が一致して横滑りが減少して減速が抑えられます。実際に走らせて効果があるかを確認しましょう。5周の走行タイムを比較します。まずはカーブの浅い外レーンです。3.50 秒。次は中間レーン。3.40 秒。最後は内側レーン。3.22 秒。曲がりチェック。曲がっていません。バネが硬すぎたかしら。一番曲がりやすい内側レーン。少しの曲がりです。車重が軽いのでもっとバネを柔らかくしないと曲がらないようです。曲がりなしのベンチマークが取れたのでこれはこれでグッドです。バネを交換しました。 1.5mm から 1mm です。曲がりチェック。柔らかくなりました。バネでセッティングを変えられるのもステアリングシャーシの強みです。どうでしょうか。3.50 秒。先ほどと同じです。カーブが浅いので差が出ていないのでしょう。中間レーン。3.20 秒。明らかに速くなりました。ナイス。内側レーン。3.12 秒。こちらも速くなっています。よかった。曲がりチェック。少し曲がっているように見えます。比較すると曲がっていることがわかります。中間レーン。カーブに沿うようにシャーシが曲がっています。これぞステアリングシャーシです。明らかに曲がっています。内側レーン。こちらもしっかりと曲がっています。
曲がりが確認できてタイムも速くなっているので効果ありと言ってよいでしょう。ウェーブセクションでの挙動が気になるので見てみます。かなりグッドです。ウェーブの衝撃で過剰に曲がりすぎて遅くなることを懸念していましたが、挙動は非常に安定しています。平面での性能も分かったのでジェシー行ってみましょう。5ドーンスロー。姿勢はかなり安定しています。壁飛び移り時のシャーシの曲がり、これで衝撃を抑えられるのも強みです。あとは飛び出しを抑えれば完走できそうです。スキットローラーステーが折れました。コースアウトで私のすねに直撃しました。改良点も見えたので頑丈な樹脂でプリント発注します。 PCB レイのプリント発注画面に遷移します。ファイルをアップロードします。素材はグラスファイバー配合ナイロンにします。他はデフォルトにします。製品説明を書きます。同様にリアシャーシも設定します。ホイールはナイロン素材で発注します。ホイールは複数個をカゴに入れて一つの造形物として発注します。発注は最低価格があるので節約ですね。カゴに触れないようにするのがコツです。送信して発注完了です。審査後に最終的な価格が確定します。8日で届きました。庭からクーポンコードで10ドル引きなのでぜひ使ってみてください。印刷方式が SLS なので印刷品質が高いです。そしてかなり硬さがあります。このような力の加え方をすると通常の印刷では積層が割れてしまいます。今回の印刷方式と素材では全く割れる気がしません。樹脂もみちみちに充填されています。重量チェック。37.04g、 比較約 15g 増です。狙い通りです。どういうこと？後で説明します。こちらはホイール。サポート材が残らないのでこのような特殊な印刷ができます。カゴを切断します。ホイールが取り出せました。通常の印刷では継ぎ目が盛り上がります。 SLS 印刷では継ぎ目が発生しないです。潰れやすい縦穴も精度が出ています。ぴったりフィットです。シャーシを乗せ替えました。色を先代の踏襲でグレーにできたのがグッドです。バネを 1mm から 1.5mm に戻しました。左下段ローラーをアルミにしてレーンチェンジで引っかかりやすくします。リアにもスキットローラーを追加しています。車高を少し高くしています。若干こすっている感覚があったので平面速度チェック。5 2.83 秒。めっちゃ速くなりました。キャプチャーに当たって持ってかれました。曲がりチェック。バネが太くなっていますが曲がっています。重くしたのが効いています。でも軽くして 1mm バネでも良かったのでは。レーンチェンジでステアリングシャーシの進化を発揮させます。前提として左のローラーは低抵抗にした方が早いです。右回りのジェシーではほとんど左ローラーだけがカーブで当たりますからね。そのためスラスト角も左を浅くしています。逆に右側は引っかかりの強いローラーと深いスラスト角です。右側で吹っ飛びを抑えるということですね。コースアウトした走行を見ると上り坂の飛び出しを右ローラーで下に押し付けますが、下り坂では押し付けの弱い左ローラーが当たるのでマシンの高さが下がりきらずにコースアウトしました。今回の作戦は左の壁に飛び移った時の反発で逆に右の壁に飛び移ります。押し付けの強い右ローラーを当ててマシンを下げるというものです。名前を壁ジャンプ走法としましょう。これがうまくいくとコーナースピードを落とさずにレーンチェンジを攻略できます。久しぶりのロマン作戦です。そして 1mm バネだと壁ジャンプをするほどの反発はなかったです。だから高反発のバネを使うのに重くする必要があったのですね。走らせて効果を見てみましょう。5完走です。グッドです。安定してレーンチェンジを通過しています。もっとセッティングに苦戦すると思っていたのでホッとしました。狙い通りに壁ジャンプをするでしょうか。妄想止まりかそれとも現実となるか。スロー。左側の壁に飛び移ってマシンが曲がります。そしてその反発で右側の壁へとさらに飛び移りました。完璧です。壁ジャンプ走法が現実となりました。動きは確認できたのでセッティングを変えて2秒2里を目指します。ネジを差し込みます。これで左側に曲がらなくなりました。レーンチェンジの下でマシンが一瞬左に曲がるのが気になっています。スピードは変わるでしょうか。5遅くなりました。マジか、これは予想外です。レーンチェンジしたとウェーブは曲がった方がいいのか。左ローラーをすべてツルツルの魔王ローラーにしました。曲がりの固定も解除しています。緑シャーシはこのローラーセッティングでコースアウトでした。壁ジャンプ走法の効果やいかに、そして2秒切りできるでしょうか。5
出ました。 1.993 秒、2秒切りです。きたー。さらにタイムを縮めています。ローラーセッティングはかなり吹っ飛びやすい構成なので、この安定感は壁ジャンプ。ドーン。固定のテープが避けてコースに隙間ができていました。気を取り直してレーンチェンジ。左飛び移りの衝撃を吸収して右へ反発。右ローラーが当たりマシンのフロントが下がります。比較角度が変わっています。このレーンチェンジよく入りましたね。壁ジャンプのもう一つの効果が効いています。通常この高さだとカーブが間に合いませんが、マシンが右の壁に寄っているため猶予が生まれています。どういうこと？マシンが左の壁に寄っているとすぐにカーブの壁に当たります。右の壁に寄るとこのようにカーブの壁に当たるまでに猶予が生まれます。つまり猶予のおかげでマシンの下がりが間に合いやすくなるということですか。曲がりを固定しました。固定で完走できなかったらステアリングシャーシの効果が明らかになります。証明なるか。5ドーン。スロー。左の壁飛び移り、衝撃吸収はできません。コース外側へロールし始めました。反発もできないのでそのままコースアウトです。ローラーセッティング的にはこれが普通の動きです。左ローラーツルツルで引っかからないですからね。曲がりあり。全然違います。マジですごいなこれ。スロー。衝撃吸収して反発により力の方向が右になります。固定だと左に力がかかり続けるのでロールしていましたね。壁ジャンプ走法では力の向きを変えてロールを打ち消します。その後のカーブ壁の猶予も発生しています。ステアリングシャーシの進化を出し切れました。今回は4年ぶりにステアリングシャーシを進化させました。結果としてコーナースピードは速く、レーンチェンジではロール打ち消し、右ローラーの2度当て、カーブの猶予、この3つの効果を発揮する壁ジャンプ走法が発現しました。まさに序盤中盤終盤隙がないです。想像以上に強力なシャーシが出来上がりました。特にロールの打ち消しが素晴らしいです。こことか思いっきりロールし始めています。この姿勢の立ち直り方は普通じゃありえない動きです。ロール無効化といえば変調新シャーシですが、もしや超えちゃいました？同じパワーソースだと変調新の方が早かったのでまだなんとも。ステアリングシャーシは構造上重くなり、軽くできても高反発では曲がらなくなるので、このジレンマをどう解決するかがこれ以上のタイムを出すポイントになります。重いシャーシを発注するほどでしたからね。ナイロングラスファイバーはかなり頑丈でした。2秒2リモもセッティングを詰めて何度かコースアウトしたり、ローラーステーが破損したりしましたが、シャーシ本体は全くの無事です。印刷が難しい素材は PCBWay での発注がおすすめです。 PCBWay12 周年イベント中なのでゲームスコアに応じたクーポン配布やショップで使えるポイント抽選があります。12ドル分獲得したので手持ちポイントと合わせてマルチメーターを本体0円で買えました。普通に嬉しい。メンバーシップでは今回の副音声動画があります。より深い解説や制作裏話が聞けるので気になった方はぜひご加入を。さて、1月から進めていたマシン完成させるか。チャンネル登録をして通知を受け取りましょう。それではまたのし。